どうも、おいりです。今回は包丁のレビュー動画です。実際どんな包丁か、ここにね、3本並んでるんですけど、ちょっと気になりますよね。この包丁、発売前にですね、僕が先行レビューでね、紹介させていただくこととなりました。本当にありがとうございます。では早速、この包丁が一体どういった包丁なのか、その魅力たっぷりお届けしたいと思います。開封シーンからご覧ください。こちらの包丁は、ボドゥという名前の包丁なんですけど、現在、クラウドファンディングで購入することができます。後ほどクラウドファンディングのページも見ながら説明するんですけど、このボドゥという商品はペティナイフ、そしてパン切り包丁、牛刀とこの3本があります。はい、この包丁を見た時すごくやっぱりびっくりしたのが、皆さんもねそれ感じてると思うんですけど、やっぱりこのハンドルのデザイン性、ハンドルのデザインがとにかく目を引く。でもそれだけじゃないんですよ。このダマスカス模様だったり、中の使われてる芯材だったりとか、それもまた魅力的なので後ほど紹介させていただきます。早速今からその包丁のスペックっていうのを紹介していきます。まずこちら、食洗機対応、人工工学に基づいた独自のハンドル、73層ダマスカス、角度は15度、高高度 60HRC、 日本製超高高度 VG10 ということで、ポイント1、優れた芯材や角度や高度を採用、鋭い切れ味と優れた耐久性を実現。包丁の切れ味を左右する芯材に日本製超高高度 VG10 を採用しています。 VG10 は鋭い切れ味と錆に強い性質を持ち、理想的な包丁の鋼と言えます。ステンレス鋼の硬さレベルは 60HRC で、優れた耐久性と鋭い切れ味を維持できます。また高度レベルが高いので頻繁に研ぐ必要がなく、一度研げば切れ味が長続きします。はい、この VG10 っていうのは書いてある通りすごく錆に強いんですよ。ステンレスなので錆びにくくて、で硬さもあって切れ味もねすごくいい刃がつくので、かなりねプロの料理人からも人気の鋼材となっておりますね。で次、研究の末たどり着いた抜群の切れ味を実現する理想の角度15度。15度っていうのはその半分の角度ですね。合計値はこれ30度です。鈍角すぎず、鈍角すぎるとやっぱりね食材への入りが悪いんですよ。で薄すぎるとやっぱりかけやすすぎるんですね。めっちゃかけやすい刃になっちゃうので、この30度ぐらいかなりベストな角度と言われているので、そのような角度がされておりますね。で次、包丁の種類についてです。まずシェフナイフ、牛刀ですね。シェフナイフはキッチンでの調理に特化したナイフです。主に料理の下ごしらえ、切り分け、切り身の作業に使われます。牛刀ですね。この包丁ですごく僕が魅力的だなと思ったのは、一番に魅力を感じるポイントっていうのは形なんですよ。ハンドルのデザインは置いといて、この刃の形状です。見てわかる通り、ちょっとねワイド牛刀といって幅が広く、そして R が強いんですよ。カーブが強いんですよ。普通の牛刀と比べるとこちらですね、だいたい刃渡りが似たようなもので、よくある日本の牛刀と比べると、一般的な形がこういう形状をしてます。で今回のボドゥ、こういう形状をしてるんですね。全然違うの分かりますよね。この形状好きな人は本当に好きで、以前ねタワーナイブスのビヨンさんという方にインタビューしたんですけど、そのビヨンさんはこういったねワイド牛刀、こういった包丁をすごく好んで使ってました。よく好む人の傾向っていうのが、手が大きい人とかっていうのはこういった包丁を好んだりとか、押し切りとか大量調理する人っていうのはこういったここの厚みがある程度あって、で R が結構あって、こういう動きがしやすいっていう包丁を好んで使ってる人はかなり多いです。実際に使ってみると本当にね、その使いやすさに惚れ込む人は多いです。僕も本当にこの形状は好きですね。だから今回のナイフっていうのは、このデザイン性とか、刃の素材、ステンレスで錆びにくい素材とか、そういったのも魅力なんですけど、個人的にはこの形状、この形ですね、すごくいいなと思いました。で後で試し切りするんですけど、ちょっとこのペティナイフの癖だったりとかっていうのもあるので、そこら辺は後ほどご紹介したいと思います。この包丁っていうのはもう先お見せすると、こっからここまでは比較的平らなんですよ。でこの刃の先端の大体そうですね、この包丁でいうと1センチぐらいから一気にシュッて鋭くなってるんですね。だから研ぐ時っていうのも、そのまま砥石に当てたらこうなります。こういう感じ、これ研いだ後こうなってるんですけど、ここら辺から急に落ちてるので、ここに砥石に当てて研いだらこういう風になります。だから前回の動画でねお伝えしたこの包丁っていうのはスカンジの包丁です。もしねその動画見てない人いたら是非見てください。はい、で次、
パン切り包丁 258g で長さが 203mm、 ペティナイフ、ユーティリティナイフですね 153g、 127mm ということで、峰の厚みは 1.8mm ですね。この峰の厚みっていうのは3本とも 1.8mm でした。で次、外装とコア層の絶妙なバランスということで、これダマスカスについて教えてくれてるんですけど、これぜひね覚えてほしい内容あったのでお伝えしておきます。よくダマスカス包丁って商品のとこ見ると、実際にこの包丁も73層って書いてある通り、73層とかなんか33層とか53層とかね、そういった奇数なんですよ。この奇数、なんで奇数かについてはここに答えが載ってるんですけど、こちら外装の片方ですね、それが36層ダマスカス層で、コアのその芯材 VG10 があって、でもう片方ですねに36層のダマスカス層がある。でその合計値36136の合計層で73層ってことで、そういう風に奇数の数字が表記されてます。だから奇数なんですよ。でこのページ見てすごくいいなって思ったのは、このね外装をちゃんと表記してるとこってなくて、外装が何の素材なのかって言ってるとこねほとんどないんですよ。でもここちゃんと言ってて、その外装がステンレス SUS316 って書いてますよね。でこのSUS316 っていうのはその SUS304 っていうすごくね加工しやすいステンレスの包丁があるんですけど、そこにモリブデンを添加したものがこの SUS316 ってものになります。そうすることによってこの耐食性耐硬食性に優れた高級素材になるってことなんですけど、そういった素材が使われてると、これをねこの外装外側をどんな素材で使ってるかって言ってるところってあんまりないんですよね。これをねぜひどのメーカーさんもね伝えてくれたらすごくいいな、すごく親切だなと思いました。でこのダマスカスですね、この構造をしてるんだなってことを理解できれば全然わかると思うんですけど、よくダマスカスって研いだら消えるんじゃないか、消えてしまうんじゃないかって思ってる方多いんですけど、そんなことないんですよ。ダマスカス層っていうのはこうやって何層にも重ねた後に斜めにこうやって削ってるから、その模様が出てるんですね。だからどんな削り方しようとこの層っていうのは消えることないです。研ぐ砥石とか研ぎ方によってその模様の出方っていうのは変わってくるんですけど、完全に消えることっていうのはないので、そこはご安心ください。でこのダマスカスがねかっこいいですよね。このダマスカスなんか分かりますかね。このあんまりないんですよ。このね僕の持ってるね、ダマスカス、こういったね、ダマスカスとかもあるんですけど、これ結構よくあるダマスカスなんですよ。でもこの包丁っていうのはほら見て見て、このなんかギザギザしたようなここがねまたかっこいいんですよね。これもまたねそそられちゃいますよね。では次、ハンドルですね。人間工学に基づき独自のハンドル、腐食せず壊れにくいデザイン。独自のデザインによりユニークなだけでなく機能性も実現しています。ハンドルの素材は SUS304 ステンレス鋼です。見ていただくと分かるんですけど、確かにオールステンレスでないこういった合板の絵だったりとか、木絵っていうのはこういうことが起こる可能性はありますよね。でもオールステンレスのこういった包丁っていうのはこういう心配はないということを言っております。にしてもねすごい扱い方をされてますね。では次、15段階の洗練された製造プロセス。これもねすごくいいなと思って、こういった製造プロセスをちゃんと書いてあるとこってなかなかねあんまりないんですよ。ないというか別に隠してるわけじゃないと思うんですけど、いちいち言ってない。でもやっぱりこうやって見ていくと、こういう作られ方してんだなってねすごく面白いですよね。こんな工程があって、こんな手間をかけてでやっと包丁になってんだってことがね分かりやすいので、こういうことを謳ってるっていうのもかなり魅力的なポイントでした。では今から実際に試し切りします。実際に切ってみたりで、その後包丁を研いでみたりっていうことをしていきます。ではまずこの鶏胸肉から。鶏肉の皮ってね本当に切りづらいんですよ。この皮をね一発で気持ちよく切れた時の快感はもうすごいですよね。もう気持ちいい。で鶏肉を切る時のコツっていうのは、皮目を下にします。皮目を下にすることによって切りやすくなります。皮目を上にしてるとそのブヨブヨするので、最初の切り始めが切りづらいんですよ。だから皮目を下にして押さえながら皮を切るっていうねことをしてやるとすごくね切りやすいので、ぜひやってみてください。では早速切っていきます。こんな感じでね一発でもう快感でした。めっちゃ気持ちいい。やっぱねでっかい肉とかをね切ってる時のね気持ちよさってねすごいんですよ。では次にそぎ切りをしていきます。左側からある程度の厚みを持たせて切っていくんですけど、これもねもう刺身を切るかのように切ってるんですけど、かなりいい刃付けがされてました。よくね新品の包丁ってあまりね切れ味が良くないこと多いんですよ。ちょっとびっくりした方多いと思うんですけど、新品イコール最も切れる状態ではないです。
だから僕よく新品の包丁を買っても自分で研いでちゃんとね刃がついてる状態にしたりとか、そういうことをするんですけど、この包丁っていうのは新品の状態からまあまあ切れます。全然満足のいく、僕から言わせたらもうもっと上を知ってるので正直満足かって言われたら分かんないですけど、一般の方からしたらかなり満足のいく、ものすごく切れると感じるような包丁になってます。はい。でちょっと鶏肉にねその切り込みだけ入れてみたり、分かります？この切り口見るとすごい立ってるの分かります？それくらいね潰れてないんですよ。すごい気持ちよかった。はい、では次玉ねぎもねさっと切れて、で玉ねぎのみじん切りをしていくんですけど、ここでそのさっき言ったこのユーティリティナイフ、ペティナイフのちょっと癖というか注意点なんですけど、このペティナイフちょっとね形状がよくある日本のあるペティナイフと違って全然違うんですよ。これがよくあるペティナイフの形状で、こちらこういう感じで見ていただくと分かるんですけど、かなりこれボテッとしてますよね。ボテッとしてて R がめっちゃ強いんですよ。すっごいカーブを描いてる。だからこのみじん切りする時って基本的にこういう感じでみじん切りしていくので、こう下についた時も下がまっすぐめの方が全体的にこういう感じで切れてくれるんですよ。でもこの包丁っていうのは R が強すぎるんで、今の動きするとここら辺が切れないんですよ。ここら辺がわかります？だからこういう包丁でこういったみじん切りの切り込みを入れる時っていうのはちょっとこういう動きをしなきゃいけないんですね。それがちょっと癖ですね。癖ポイントです。だからこういう R の強い包丁っていうのはメリットの部分もあるし、こういう切り方はちょっとデメリットな部分もあるよってことは覚えておいてください。実際にね切っていくとこういう動きをしてるんですけど、こういう動きをしないとちゃんと奥まで切りきれないってことがあるので、はい。で切り込み入れ終わって、今からねまた包丁をシェフナイフに持ち帰って粗いみじん切りをしていくんですけど、やっぱりねこのシェフナイフももちろん R が強いって言ったようにすごくねカーブが強いので、そのままいつも通り切ってる感覚と違うんですよ。こっちの方がこういう切り方する時になんかね切れ味すごくいいなって感じる人多いと思います。 R が強いことでその切るっていうその仕事を補助してくれてるんですね。だからその切ってる時の手の動きプラス切る時の補助、どういうことかっていうと、極端に言うと例えば刃がこういうまっすぐなものでこうやって切るのと、刃がこういう丸い状態でこうやって切るのどっちが切りやすいかってなったら絶対こっちの方が切れやすいですよね。だからそういう意味でこういった R の強い包丁っていうのは切る時の補助っていうのをしてくれます。はい。あともう一つ魅力ですね、この刻むって作業です。このような作業をする時っていうのは包丁の R があることによって滑らかな動き、スムーズな動きができます。はい。であとこちら食材の移動ですね。やっぱりねこの幅も大きいのでこういった食材の移動っていうのはやりやすくなります。はい。では次トマトを角切りしていきます。これちょっと切り方のコツなんですけど、トマトのヘタを切る時こういう感じで包丁を持つんですよ。包丁の先端に指を置いてだいたい 2,3 センチぐらい開けて指を置くんですよ。でこのようにぐるっとねぐりっと回して取るとヘタだけを取ることができます。ではトマトの角切り、まずトマトのお尻を落としてからこの形を崩さずに角切りをしていきます。まず横に切り込みを入れていきます。もうスッと入るんですよ。本当に切れ味においてはかなり満足できるかと思います。で次縦ですねに切り込みを入れて、すごい気持ちいいですよね。本当に見てて気持ちいいですね、こういうのは。で横に向きを変えます。でその後このようにね切っていくんですけど、もうツヤツヤですよね。断面がツヤツヤ、もう生きてますよね。光ってます。美味しそうですよね。もう今すぐ食べたくなりますよね。そのくらいトマトが美味しく綺麗に切ることができました。ありがとうございました。では次、人参です。人参の千切り、さっき言った押し切りがね、魅力って言ったんですけど、ちょっとそれを見せたいなと思います。人参の皮、こちらかつらむきしてるんですけど、さっきからこの包丁 R が強いって言ってるんですけど、 R が極端に強くなるのってこの部分なんですよ。この下の方って比較的まっすぐなんですね。だからこの部分っていうのはこういったかつらむきはすごくしやすいです。でかつらむきし終わった後、板状のね人参をねピャッピャッピャッピャ作って、でその後押し切りで千切りをしていきます。千切りといってもかなり厚い千切りですけどね、ちょっと細い棒状切りですねっていうのをしていきます。やっぱりねすごく押し切りしやすいというか滑らかな動きができるんですよ。ちょっとセクシーな動きというか、何がセクシーか分かんないですけど、こういうね包丁でもできなくはないんですよ、それが。でもこういった R の強い包丁とかでやることでまたちょっと変わった手の動きになって、なんかこの包丁を扱えるようになった感、なんか物にしたぜ感がねまた嬉しいんですよね、こういう包丁を扱えるようになると。
はい、ということで食材の試し切りはこんな感じです。では次にちょっと新聞カットして実際その音だったりとかでその後研ぎの説明しますね。こちら新聞切ります。僕箱開けてすぐ切った時の状態です。どうぞ聞いてください。いいですね。見ててわかる通りめっちゃ切れるんですよ。めっちゃ切れるし、音もそんな雑じゃないですよね。なんかザザザザザじゃなくて、さーっとしたような感じで、切れ味も滑らかな状態ですね。では次、研ぎます。この、研いだらダマスカス模様がどういう変化、どういうことになるんだろうなってことをテーマに見てください。ではまず1000番の研ぎです。この1000番の中でもこれはキングハイパーという砥石で、製法はビトリファイド製法です。この製法3つの製法あって、これは以前ね説明したのでそちらの動画ご覧いただきたいんですけど、これビトリファイド製法、マグネシア製法、レジノイド製法っていうのがあって、今回その1000番全ての1000番を試し研ぎしました。どういう感じで仕上がってるのか、それを見ていただきたいです。まずビトリファイド製法から。このビトリファイド製法っていうのは吸水時間が必要な砥石なんですよ。すごく研磨力もあるんですけど、一般的に売られてるホームセンターとかでよく売られてるのはビトリファイドが多いですね。よく吸水時間が必要ですよって歌ってるとこが多いので、実際に使う前に水にね、10分ぐらいしばらくですね、大体ねその気泡が出てくるんですよ。水につけるとその気泡がなくなったら研げる準備 OK なんですけど、それが大体10分ぐらいですね、吸水させてから研ぐ必要があります。でこちらの包丁の研ぎで言うと、さっき説明した通り、これスカンジの形状の包丁なので、包丁を当てた時に結構ねこの刃先側だけが急にストンと落ちてるんですよ。だからここに砥石を当てて研ぐと今回の研ぎのような形になるんですけど、この研ぎも別に自由で、もっと広げたかったらもっとねどんどん広げてもいいんですよ。外側にでどんどん薄くしてもいいですし、逆にもっとねかけにくい刃をつけたかったらもっと立ててもっとね鈍角な刃をつけてもいいんですよ。これは自由なんですけど、この元々の構造がこういうスカンジの形状だったので僕はそれ通りに研ぎました。でこちらビトリファイドで研いだ後の仕上がりですね。すごく真っ白くなりますよね。白くさーってなるんですよ。こう見るとダマスカス見えなくなりましたよね。だからダマスカス模様って研いだら消えるって方ねいらっしゃると思うんですけど、確かにこれ研ぎ後で見えなくなってるだけで消えたわけではないです。その構造が消えたわけじゃないので、後で見せるんですけど、砥石によって研ぎ方によってこの模様が見える見えないっていうのが変わってくるので、また楽しみにしておいてください。では次、マグネシア製法の1000番。マグネシアとかレジノイドっていうのは吸水時間が必要ないっていうのがすごく魅力的ですよね。もうすぐ研げるっていう。でこのマグネシアの特徴としたらすごく硬い砥石なんですよ。だからすごく平面出しに特化してたりとか、あと研磨力も結構あるのですごく人気の砥石ですね、これは。でこちら仕上がった状態がこんな感じ。では次、レジノイド製法。レジノイド製法っていうのはかなりね柔らかい砥石なんですよ。クッション性のあるというか、グッて力入れたらちょっとへこむような、実際にすごいへこむわけじゃないですよ。ちょっとクッション性のあるもの、ゴムみたいな、硬いゴムみたいな感じなんですよ。そのような砥石なんですけど、結論を言うとこの砥石、このレジノイド製法の砥石が一番ね、模様が出やすい、人造砥石の中でも比較的模様が出やすい砥石っていうのがこのレジノイド製法だなと僕は思います。であともう一個、この砥石の特徴でいうとかなり光りやすいですね。この砥石のシリーズの8000番とか1万番ってすっごい光るんですよ。後でやりますこれは。でどんどん番手上げて、こちら2000番ですね。2000番の仕上がりこんな感じです。で次3000番5000番といって、5000番の時点でこちら仕上がりの状態なんですけど、かなり光ってますよね。このね砥石かなり光るんですよ。模様もね結構浮き出てるというか出るんですよね。で次8000番と8000番もねいい感じに仕上げることができました。ということで次、天然砥石ですね。この天然砥石、こちら奥戸の苫江神巻というものです。奥戸というのは山の名前ですね。奥戸山というのがあって、そこで採れる天然砥石で、苫江っていうのは苫江層という層の場所ですね。いくつか層があるんですけど、その苫江層という部分の天然砥石です。で神巻っていうのはこの模様ですね。神巻っていう模様があって、このなんか年輪みたいなこういった模様がある天然砥石を神巻って言ったりします。こちらの砥石研いだ感じはちょっとね硬めではあるんですけど、でも研ぎやすい、ある程度泥は出るんですよ。なかなかねこの硬めなのに研磨力があるっていう天然砥石ってそんなになくて、ちょっとね不思議な砥石でした。すごく好きです。
はい、はい、でこちら研いだ後の仕上がりですね。白くさーってなってますよね。白くさーってなってるんですけど、なんか傷っぽくないですよね。さっきの旋盤でやったのってすごくね粗い傷がシャーってなってたんですよ。でもこの天然砥石のこの白さってなんかねすごくなんかちょっと映像じゃ分かりにくいかもしれないんですけど、生で見るともうねなんかもう感動するんですよ。もうずっと見てられる。もうなんか惚れ惚れしちゃうんですよ。もううっとりしちゃう。そんなね美しさ、そんなね濁り方なんですよ。これをねぜひ皆さんに知っていただきたいっていう、はい、いい感じに仕上げることができました。ありがとうございました。ではですね、今回の動画このような感じで以上になっていくんですけど、まあこのやっぱりこのハンドルのデザインについてですよね。このデザインをねやっぱね気に入ってくれてる方は是非ね、もう唯一無二なんで、こんなデザインぜひね、ほんと興味持った方は概要欄にそのページ貼っておきますので、ちょっと見るだけ見に行ってください。まあ、値段とかもね今書いておくんですけど、早割とかそういったのもあるのでぜひ見てみてください。やっぱりねこうハンドルもね、まあ持った時にね、何て言うんだろうな、こういうね持ち方できなくはないと思うんですよ。こういうね、まあ、こんな持ち方しないんですけど、ね、やめた方がいいですね。絶対やめた方がいいです。こんな持ち方して今切ろうとしたらなんか指が変な風になったので、まあ持つ時はこういう風に持ってください。こういう風にね、普通に。でまたね、一見まあ持ちづらそうと思うかもしれないんですけど、持ってみると意外とフィット感あるっていうのは、やっぱりねこの若干のこの膨らみ、ここストーンと落ちてなくてちょっと膨らんでるんですよ。まあこう見た時もそうなんですけど、とかまあここですね、ここの部分、ここのお尻の方のこの形状とかここの膨らみっていうのもやっぱりしっくり手に馴染むような設計はされてます。であとまあハンドルのことで言うと、これ穴が開いてるので、もしなんか S 字フックとかでかける場合、ここでもかけれますよね。これもね、まあもしこういう方、こういう使用をされる方っていうのはもうめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。こういう感じでね、すごくいいなと思いました。はい、という感じですね。で、パン切り包丁もちょっと、そう、パン切り包丁がね、めっちゃわかります？こんななんかギザギザしてるパン切り包丁なかなかないんですよ。パン切り包丁って僕結構いろんなパン切り包丁を見てきた中でも、これはねちょっとかなりもうこういう感じ、よくなんかまあちょっとなだらかな波だったり、もうちょっとねなんか緩やかだったりするんですけど、もうこのとんがり方がねこれすごいんで、実際ねそのバゲットとかフランスパン切った時っていうのはかなり切れると思います、これは。はい、という感じでね、あとですね、そうこのオールステンレスのちょっとデメリットですね。もう全てのオールステンレス包丁に言えます。デメリットとして言えるのが冷たい、例えば室温に応じてここの温度もその状況によって変化するので、冬とかにこの包丁を触ると冷てってなるんですよ。本当にもう冷たいです。すごくね衛生的で洗いやすくてねいいかもしれないんですけど、ちょっとねそういったことはあります。はい、という感じで以上です。もしねこちらの包丁ちょっとでもね興味あれば概要欄貼っておきますので、ぜひ見てみてください。ということで終わります。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まだまだレビュー動画続きます。で、去年こちらの包丁覚えてます？この包丁僕買わせていただいて、ついにやっと先日届いたので、そちらのレビュー動画もね、いろんな包丁のレビュー動画もこれからしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。